こんにちは、ハカです。今日はですね、久しぶりにカメラの話題なんですけど、こちら、私が普段メインで使っているカメラ、ソニーの FX3 ですね。皆さんにご覧いただいているこの YouTube のチャンネルも、9割方こっちのカメラで撮影しています。今は一時的に α7-4 で撮影してますね。で、この FX3 にですね、大型アップデートが来たんですよ。で、ファームウェアを更新することで、より使いやすくなるというふうにはなってるんですけども、このアップデート、一言で言うと、プロが現場でしっかり使えるようになったっていうところなんですよ。しかしですね、我々アマチュアにとっても、今までとっつきにくかったログ撮影だとか、カラーグレーディングというものがより身近に感じられるようなアップデートになっています。その他にも使いやすくなる要素結構盛り込まれていて、これによってですね、本当のシネマラインになったなっていうような感じがするんですよね。今までなんだかログ撮影って難しそうだなと思って敬遠していた方、カメラの色味とかあんまり気にしないで撮っていたっていう方、そんな方にこそ見てほしい動画となっています。カメラのことよくわからないなっていう方にもですね、用語の解説なんかも交えて解説していきたいと思いますので、よかったら見ていってください。それでは行ってみましょう。まずはアップデートのやり方なんですけど、これはもうめちゃくちゃ簡単です。Windows でも Mac でもいいんですけど、ソニーの公式サイトからアップデートのファイルをダウンロードしておいて、あとはこの PC とカメラを USB で接続すると。ソフトウェア起動したら画面の指示に従ってあとは待つだけです。ただ時間の方は結構かかるんですよね。だいたい5分とか10分とか結構かかるかなっていうところでした。しかもですね、バッテリーが減ってるとちゃんと始まってくれないんですよ。なのできちんと充電しておく必要があるということですね。それと以前の設定全て消去されてしまって完全に工場出荷時と同じような形になってしまいますので、そこは注意が必要です。そしてこれがアップデート後の画面ですね。左側が新しくなった FX3 です。右は α7-4 の画面なんですけど、従来の FX3 とか α7S3 も同じですね。まず画面表示変わりました。これ見やすくなりましたよ。上下に情報が分かれていて映像を邪魔しなくなりました。あとラットやタイムコードなんかが表示されていて、もう完全に動画特化になったなという感じですね。私個人的にすごくいいなと思ったのがバッテリーの残量表示。4段階のゲージがなくなってパーセントだけになりました。ちょっと見やすくなりましたね。そしてファンクションボタンを押した時に出てくるメニュー表示。これですね、モニターを上にスワイプすると出てきて、下にスワイプすると消えるようになりました。そのファンクションの各種設定もタッチで操作できるようになったので、自撮りしている時なんかも操作しやすくなってますね。あとちなみにですね、これ写真のモードに変えてあげると従来の配置に戻ります。あくまでも動画撮影に特化した情報表示が追加されたというか変更されたっていう感じですね。はい、撮影を FX3 に戻しました。で、ここからはこの映像を見ながらですね、ログとかラットの説明に入りたいと思います。アップデートの内容を理解する前にしっかりと基礎をおさらいしていきましょう。まずログ撮影とはですね、後から色の補正や色作りをするっていうことを前提で、それに適した形式で保存するという方式なんですよね。この後からする作業のことをポストプロダクションと言います。撮影前にする準備だったりとか設定のことはプリプロダクションって言いますね。で、このポストプロダクション作業において色の補正、調整、色作り、こういったことをするっていう作業のことをカラーグレーディングと呼んでいます。このカラーグレーディングで後から補正をすることが前提なので、実際のログ撮影で撮った映像というのはこのような淡い感じの色になっています。なぜこのような形になるのかというとですね、明るいところも暗いところもしっかりと映しておいて情報を多く持ちたいというところなんですよね。なので極端にコントラストが低いっていう映像に情報がギュッと詰まってるようなそんな感じの映像になっています。で、ここがですね、初心者が挫折しやすいポイントなんですよ。このような映像だと実際モニターで確認しても
明るいのか暗いのか、適正な露出が取れているのか、全然わからないんですよね。そして動画編集ソフトでも調整方法非常に分かりにくくなっています。試しにプレミアプロでカラーグレーディングを行ってみましょう。淡い色なのでコントラスト上げればいいのかなと思って、最大に上げてもダメですね。ここですね、トーンカーブで調整します。で、横に表示してあるルメトリスコープ、これを見ながらですね、ハイライトとシャドウをこのように極端に動かしてあげると、適切なコントラストが生まれて色の濃さが表現できました。正直ここまでたどり着くのに初見じゃ全く分かんないんですよ。これを詳しく解説している動画っていうのもなかなかなかったりするんですよね。あとこの動画を編集するたびにこんな面倒なことをいちいちやってられるかって思いませんか？そこを簡単にするのがラットというものなんですよ。プレミアプロ上で試しにラット当ててみましょう。S709 というものを当ててみます。ここで出てくるラットっていうのはルックアップテーブルの略なんですね。で、ログ撮影した生のデータに対して色の調整データをあらかじめファイル化したものです。調整値のテーブルを参照するためのものだから、ルックアップテーブル、すなわちラットと略されるものなんですね。で、ログ撮影のログっていうのは対数のことです。その対数にテーブルの値を当てて色を最適化しましょうという、いかにも数学的というかコンピューター的な名前なんですよね。理系の方であれば分かりやすいのではないのでしょうか。そしてこのラットの注意点、要は元の映像をどのくらい数値的に動かすかといった情報なので、ソニーであればこの S ログ撮影に適したラットを使わなければいけません。他のカメラメーカーのラットでは制作者の意図した色にはならないんですね。で、プレミアプロで S-Log3 のカラーグレーディングをするんだったら、ソニー公式のラットかサードパーティー製でも S-Log 用として配布されているものをダウンロードして落とし込んでいく必要があります。ではアップデート情報に戻りましょうか。この FX3 のメニュー画面見ながら説明していきますね。このメニュー画面、中身が変わりました。で、メニューのタブの1番目と2番目がですね、変わって、このメイン1、メイン2っていう風に表示されています。ここを調整するだけで普段の撮影でいじる部分っていうのはもう完全に網羅されるんですよ。で、しかもですね、ログとかピクチャープロファイルの設定なんかもここに入ってます。記録フレームレートやシャッタースピード、ISO感度、絞りなんかもありながらも、ここ PP11 となっていますよね。で、この PP11 っていうのは、私が今までメインで使っていたもので、この S シネトーンという色味のものになっています。今回のアップデートでこの PP なんですけども、プリセットの1から6まで、それと PP の10、これは HLG ハイブリッドログガンマですね。そして PP11 S シネトーンという形になりました。で、この6と10の間、今まであった S-Log2 っていうのが削除されているんですね。そしてログ撮影っていうのは全てこの PP の中で操作していました。でもここが大きく変わったんですよ。もう一度メニューに戻って、ここのメインの2、ここのすぐ入ったところにログオフと書いてありますよね。ここでログ撮影のオンオフ切り替えることができるんですよ。この中に入るとフレキシブル ISO、シネ EI クイック、シネ EI というものが選べるようになっています。先にこのシネ EI を説明するとですね、ベースの ISO 感度、こちらを800と 12800 の、どちらかに設定することで、センサーのダイナミックレンジを最大限活かした撮影ができるということなんですよ。何のこっちゃって思いますよね。ダイナミックレンジっていうのは、階調の広さを表す言葉なんですけれども、明るいところも暗いところもしっかりと情報を取り込んでいけるよという意味なんです。すなわち、白飛びや黒つぶれをしにくい映像に残したいと、そういった用途になるんですね。なのでカラーグレーディングで後から補正しやすいんですよ。ただ、ベースの ISO 感度が800とか、固定されてしまうので、
撮影時の環境とかライティングなんかもしっかりコントロールしないと非常に難しいんですよね。ND フィルターが必要になってきたりとか、光の変化の少ないところで撮影したりとか、そんな感じなんですけど、ここでフレキシブル ISO っていうモードが生きてきます。で、フレキシブル ISO は文字通りですね、ISO 感度自由に設定して撮ることができます。なので今まで写真や動画の撮影に使っていたような、ISO 感度をオートにしたりとか、自分で指定したりとかっていう風に撮影できるので、非常に使いやすいです。なので私はこちらの方を好んで使おうかなというふうには考えてるんですよね。さて、ここからが今回のアップデートの肝、ユーザーが一番狂気乱舞するところですよ。で、ここでフレキシブル ISO を使ってログ撮影オンにしました。で、RAD ファイルの埋め込みを入りという形にしてますね。そうすることで、先ほど PP の設定画面、ここがですね、ちょっと変わってるんですよ。S709 というふうに書いています。これが、モニタリング RAD ということで、RAD の埋め込みになるんですね。これが元々の S-Log3 の映像。はい、いかがでしょうか。これが S-Log3 の素の映像なんですよ。非常に淡い画面ですよね。じゃあこれを変えてみましょう。これを S709 に変えるとどうなるか。はい、しっかりとコントラストが生まれて濃い色になったのではないでしょうか。こうやって ISO 感度上げていくことで、露出のコントロールができるようになりますね。ISO800 で、適正な露出であれば、先ほどのシネ EI を使った方がいいと思うんですけど、もうちょっと暗くしたいなとか、こんな感じでしっかりとコントラストを出して、暗めに撮影したいなと思った場合は、こうやってフレキシブル ISO っていうのが役に立つわけです。はい、こちらの PC の画面を見ていきましょうか。こちらの S709 を S-Log3、これにした場合は、これ元の色ですね。すごい淡い感じの色になってると思います。で、これを S709 に変えてあげると、はい、しっかりと濃いめの色で出てきてますよね。プリセット他にもあって、この S709 の、709の 800%、あとはユーザー設定ですね。ちょっといろいろ入れてはいます。例えばこれユーザーの2に、オレンジティールなんていうもの入れてますけど、ちょっとこれは後から調整が必要かな。ということで、今まではですね、ログ撮影時はモニターでは淡い生のデータでしか確認できなかったんですけれども、今回のアップデートでモニタリング RAD を入れることによって、しっかりと撮影時から完成後の色イメージを参照しながら撮ることができるようになりました。生のログ撮影だと露出合ってるかどうかも正直撮影の時よくわからないですからね。それが普通の動画撮影と同じような感覚で使えるということで、今まで敬遠していた方も非常に使いやすく、とっつきやすくなったのではないでしょうか。で、この RAD は最初からプリセットで入っているものの他にユーザープリセット登録することができます。あらかじめ読み込んでおく必要はあるんですけれども、映画とか作品作りにおいて、いろいろなカメラで色味を合わせておきたいとか、統一した色味を作っておきたいっていう時には、現場で、その統一した RAD を読み込ませておけば、完成後をイメージしながらしっかりと撮影できるということですね。はい、ここで注意ポイントです。今設定した RAD、これはあくまでもモニタリング RAD ということで、このカメラのモニターで確認するために RAD を当ててるんですよ。ということはですよ、この録画したデータを PC に取り込んで動画編集ソフトで読み込むと、やっぱり淡いログ撮影時の生のデータで表示されるんですよ。またポストプロダクション作業において RAD を当てるという必要があるんですね。ただ現場で当てていた RAD と同じものをプレミアプロなどで当てれば、全く同じ色に再現することができますし、なんなら他の RAD を当てることで色味を変えることもできるということで、きちんと後処理の幅を持たせているという部分もあるわけです。ちょっと違いますけど、写真でいうとこのロー撮影に近い感覚だなと思ってもらえればいいと思います。なんだ、後処理ってどちらにしても必要なのねと思ったそこのあなた。落胆するのはまだ早いですよ。実はですね、
ログ撮影でラットを当てた結果、この結果を録画することもできるんですよ。その場合のやり方はこうですね。こちらのメニュー画面で一度ログ撮影を切りにします。そしてこの PP のところ、PP の下に PP ラットっていうものがあります。ここもですね、先ほどのラットのユーザー設定、これを読み込んであげる必要があるんですけど、あらかじめ読み込んであるこの S709、これをちょっと適用してあげましょう。するとどうでしょう。今ログ撮影モードではなくてPP ピクチャープロファイルで撮影してるんですけど、このような形でですね S709 が適用された状態の映像になっています。でこの映像はですねモニターだけではなくて実際の録画データにも反映されるんですよね。ということでお気に入りのラット一つ、作っておけばですよ、常にそのラットを当てた状態の結果、これが録画できるということで、非常に便利になるわけです。後からカラーグレーディングするのは面倒だなと思ったりとか、自分のイメージ通りに撮影はしたいんだけれども編集は人に任せているよというような人は、現場でしっかりとラットを当てた映像を残すというところが大事になってきます。アップデートの、一番のメインのところは今のラットのところなんですけれども、一応その他にも使いやすくなった機能がありまして、それがですね AF アシストという機能です。この AF がオンの状態で一旦AF 合わせたとしても、このフォーカスリング回すと、ピンと動きますよね。でまた AF オンのボタンを押すとピタッと合ってくれると。で例えばですねこうやってフォーカスリング合わせてここに合わせたいなと思ったらここに合わせておくと結構追従してくれるんですよ。この辺のアルゴリズムが非常によくできているというところが今回のアップデートの内容でもあるんですね。で私ソニーのカメラで写真撮影するときよくダイレクトマニュアルフォーカスっていう機能を使います。それは AF で合わせた後にこのフォーカスリングでピント合わせを追い込んでいくっていう作業なんですけど、それに近い感じの操作感覚になるのかなと。今のモードが AF なのか MF なのかあんまり気にしないで撮ることができるっていうのはいいですよね。その他の機能としてはタイムコードのシンク機能、こちら上の方にタイムコード出てますよね。これ一旦録画止めてもこれ保持されていて、次の録画ではここからスタートします。でこのタイムコードをカメラの中でも持ってはいるんですけど、これを外部機器とシンクロさせることができるようになりました。むしろ今まで使えなかったことの方が不思議ですけどね。いかがでしたでしょうか。撮影を FX3 に戻してみました。でここまでで1時間ぐらい撮影してるんですけど、今まで使っていたこの α7 IV 熱暴走で止まってしまいました。HDMI で画面を出力しながらモバイルバッテリーで給電しながらの撮影だったんですけど、本体の熱いこと、これでちょっと止まってしまったということで、やっぱりこの熱に関する問題っていうのは FX3 に相当分があるんですよね。FX3 はほぼ止まったことないです。そういう意味でもしっかりと使いやすいカメラなんだなというところではありますね。さて今回のアップデートは一言で言い表すと、プロが現場でしっかり使えるようになったという本物のシネマカメラになったというようなアップデートの内容だったんですが、映像の制作現場も多様化してきて、クレーンとかドリーだけではなくて、ジンバルとかドローンを使った撮影っていうのが増えてきていますよね。そうなるとコンパクトで高画質なカメラっていうのは非常に需要が高まっているんじゃないかなというところなんですよ。それに応えるようなアップデートということですね。で裏を返せばですよ、これから映像制作の現場に飛び込んでいこうとしている動画クリエイターを目指す方、こういった方の入門機としてはかなり最適になっています。ソニーの中でも FX3 の上には FX6、FX9、ベニーチェなんていう上位のシネマカメラありますし、このカラーグレーディングだとかログ撮影の基礎っていうのを知っていると、
その他のメーカーのカメラ、ブラックマジックデザインだとか、レッドなんかも使えるようになると思います。基本の全てが詰まっている、そういった立ち位置に今後の FX3 はなっていくんではないでしょうか。このカメラ本体だけで50万円ぐらいと決して安いものではないんですけれども、このアップデートをきっかけに動画クリエイターがさらに増えてくれれば、これからの世界がもっと鮮やかに表現できるようになるのではないでしょうか。私たちが普段目にする映像作品がどんどん綺麗になっていくっていうのは素晴らしいことですよね。はい、それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。